どうも、1億人の賢者の孫ファンの皆さん、そして、マイノリティである異世界弱者の皆さん、こんにちは、私です。みんなが待ちに待った今期の派遣アニメ、賢者の孫、こちらのお話をさせていただきたいと思います。文芸界の石景山遊園地こと、ナロー小説、そこから生まれた本作は、寝る前の妄想、公開黒歴史ノート、イキリの幕の内弁当、様々な異名を持つ大人気小説。こちらが満を持してアニメ化です。それでは異世界弱者の皆さんに異世界ものの説明をさせていただきます。異世界転生や異世界転移などと申しますが、転生したか転移したかはほぼ誤差の範囲内です。大まかなお話は現代日本に生まれ育った主人公がなんやかんやで死亡したりして別の世界に移されたり生まれ変わったり、そんでもって天から与えられた才能によって活躍していく。そんなお話が大人気なわけです。老若男女、猫も杓子も読みまくり、そんな状態でございます。そして、本作、賢者の孫ですが、異世界もの、ナロー系と言われて想像し得る要素が、ほぼすべて詰め込まれているような存在です。ナロー界隈で幾多のヒット作はございますが、ベスト版である本作を押さえておけば、明日の職場の会話に困ることはありません。物語の始まりは、ご多分に漏れず、現代日本での場面から始まります。至って普通の会社員といった振る舞いを見せていますが、どうせこの後敬語の使い方も忘れるんだから無意味ではないかと、異世界玄人の皆さんはお思いかもしれません。しかしすでに画面の端々に、後の言い訳となる要素が散りばめられているのです。そしてこの後、水戸黄門が町娘を助けるように、船越英一郎が崖に誘われるように、異世界系男子は車にひかれて死んでしまいます。物語とはそういうものです。そういうものなのです。そして特に理由もなく、意外にも神様女神様による DLC はついてこず、直通で異世界に転生します。それであっという間に8年が経ちます。生まれ変わるという物語的なメタファーを活用することなくぶん投げてしまう。血のつながらないソフトの絆を築き上げたりですとか、世界の断りの違いに気づいて驚いたり、新しい世界に馴染んでいったり、初めて魔法を使えるようになったり、そういった一見すると異世界素人の皆さんがドラマチックになると思い込んでいる要素はすべてカットされています。そんなものが見たければ十二国旗でも見ていればいいんです。それで立派に育ったかはよくわからない8歳の少年、シンさんですが、魔法を使いこなしており、魔法詠唱はダサいのだとか言いながら、かっこつけた理屈は脳内でこねくり回したり、それを上回るダサさの呪文を使ったりと、振り落ちのしっかりと効いたギャグなどが挟まれて、そんなこんなでまた5年飛びます。もうここからでは良かったのではないかと思うほど、見慣れない面の面々や、5年の月日を感じないほど脳みそが育った様子のないシンさん。一連の作品群に共通するところですが、時間を飛ばした分は全く人生経験を積まずに、図体だけがでかくなったような、5年間という時間がエアポケットに吸い込まれたような感じがします。それで13の弱いにして、魔術や武術を磨くだけで、常識を教えられていなかったということになっております。ここで秀逸なのがその描写。ここは漫画版の再現になっているんですが、常識は教わるものではなく、環境によって身につくものでは、そんな異世界素人が抱きそうな疑問を、本来はそんなことないですけどね、というジョークによって中和を図っているわけです。完全に中和されたかは、各々方の判断に任せるとしましょう。まあこの場面だけでも、糾弾されているじいさんの他にも、長い間一緒にいる面々は席を追わないのはどう見てもおかしいのだけれども、その諸々もこのギャグによって突っ込む方が野暮に見える、そんな効果がございます。そして、常識を学ぶために、都にある魔術学校へ入学することになったシンさん。そして都へと赴くと、そうです。荒野にモヒカンがいるのと同じ確率で、都にはチンピラがいます。太陽が東から昇って西に沈み、この世に愛が溢れているように、チンピラは町娘に絡んでくるわけで。そうすると、もちろん我らがシンさんはそこへ登場し、剣を抜いたチンピラを、ナイフのように見える剣を抜いたチンピラを、魔法を使うこともなくさらりとのしてしまう。魔物狩りはいいけど、女の子を狩るのは犯罪だよ。セリフの氷結ぶりはさておき、常識がないとかそのあたりの設定は、その場のフィーリングで対応できます。キャラクターよりもシチュエーションに合わせる方が、異世界では生き残っていけるのです。そして、か弱き女性を助けたシンさん。シンさんは、
初対面の女性と出会ってから、顔よりもまず胸を見る。田舎少年はスケベなことしか考えないのか。まあ、思春期だものね。そんなこんなで次回からは、学園に入ってからのハーレム展開が期待されて、第1話は終幕でございます。どうでしょうか？異世界弱者の皆さんには刺激が強かったかもしれませんが、私としては良い作品だと思っています。注目すべき点は2点。主人公のサイコ感に作り手側が自覚を持っているということ。もう1点は、志に見合った緩い作品に仕上げようとしている雰囲気作り。この2点が良いところだと思います。例えば、スマホの2点盛りとか、スライムとか、意図しないところでサイコ感を発揮するのが通常運転の異世界ものですが、本作は終始サイコを隠さない。周囲の人物も非常識だという認識を持っているため、サイコをよいしょしすぎていて、全員がサイコに見えてしまうなんていうサイコパンデミックも起こしていません。今のところですが。そして、作品の緩さ、偉そうな感じが全くない。逆に生きりが弱くて寂しいくらい、ダルダルの世界設定に、都合よく強くなった割に、妙にシリアス展開が語れるといったアピールが強いと、その落差につまずいて前歯へし折ってしまいそうになります。そういった作品は自分の都合のいい設定で周りを固めておいて、なんだか真面目ぶった話をされていると、ポルノを見ながら説教されているような、そんな印象があります。賢者の孫は、そんな真面目ぶらないところが、非常に好意的に見られると思います。それでは、賢者の孫、皆さんはどうご覧になりましたか？異世界強者の皆さんも弱者の皆さんも、感想コメントなどいただけると嬉しいです。グッときたシーンや、逆にウェッときたシーンなど教えてください。それではまた、お会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。